ちは、Python VTuber のサプーです。今回は初心者向けの Python100 本ノック動画になります。とりあえず Python の基本的な構文を勉強したけど、ちゃんと身についているのか確認したいな、練習問題はないかなっていう人のために作ったので、ぜひ初心者の人はチャレンジしてみてください。このチャンネルは Python に関する情報を発信しているので、よければチャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、Discord もあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。まず、この動画の対象者について説明します。以前に Python 即習動画を出したんですが、この動画が大変ご好評で、多くの方が Python の学習のために視聴してくれています。一方で、この動画を見終わった後に、次は何をやったらいいんですか？続きの動画はどれですか？という質問をいただくことが多いです。そのため、この即習動画を見終わった人向けに、この100問の Python 基本構文の確認問題の動画を作ってみました。即習動画の中でも練習問題をいくつか用意しているのですが、数も少なく細かい部分まで確認するような問題にはなっていません。なのでこの動画では即習動画で解説したこれらの Python の基本的な構文の理解度確認をもう少し細かい流度で行えるように問題を作ってあります。また、即習動画では説明しきれなかったよく使う構文についてもプラスアルファでこの動画内で追加の説明をしてそのトピックに関する問題を出題しています。そのため即習動画の後にこの動画を見て問題を解くことで Python プログラミングの基礎力をさらに向上させることができます。即習動画を見終わった人、もしくはこれらの内容について説明を読んだこと、聞いたことがある人で、もう少し自分で手を動かしながら Python プログラミングの基本的な書き方を身につけたいなという人は、ぜひこの動画を見てみてください。この動画はドリル的なものとして作ったため、多少似ている問題があったりするのですが、何度もコードを書くことで自然にスラスラコードが書けるようになってくると思います。また、これらのトピックについてもう理解しているよっていう人は、ぜひ復習に使っていただけたらと思います。この動画は YouTube のチャプター機能を使って一つ一つの問題、回答をチャプターで区切っています。概要欄のチャプターすべてを表示という部分を押すと右側にチャプターが表示されるので、この機能を使ってぜひ自分が解きたい問題、聞きたい解説や追加の説明をピックアップしながらご視聴いただけたらと思います。また、問題に対して正解のコードは一つではありません。回答例は提示しますが、いろいろな解き方があるので、出力が合っていれば OK として先に進めましょう。では早速、一緒に Python の問題を解いてみましょう。まず1問目。イント型の何か適当な値を x という変数に代入し、文字列型の何か適当な値を y という変数に代入し、フロート型の何か適当な値を z という変数に代入し、それぞれの値をプリント関数を使って出力してください。では解いてみましょう。まず、イント型とは整数のデータの型でしたよね。なので、x には整数の10といった値を代入します。次に、文字列型とは文字のデータの型でした。なので、y には hello といった文字列を代入します。最後に、フロート型とは不動小数点数のデータの型でした。なので、Z には 3.14 といった不動小数点数を代入します。そしてプリント関数はカンマ区切りで複数の値を指定できるので、プリント丸括弧 x カンマ y カンマ z 括弧閉じと書けば OK ですね。では実際にこのコードを実行してみると、確かに整数、文字列、不動小数点数のそれぞれの値が出力されましたね。これで問題1は終わりです。続いて2問目。イント型の100を文字列型に型変換して x に代入。文字列型の 100.1 をフロート型に型変換して y に代入。フロート型の 100.0 をイント型に型変換して z に代入。それぞれの値と型をプリント関数を使って出力してください。まず、イント型から文字列型に型変換するには、str 丸括弧というのを使えばよいので、str 丸括弧の引数に100を渡してその結果を x に代入します。
次に文字列型からフロート型に型変換するには、フロート丸括弧を使えばよいので、フロート丸括弧の引数に 100.1 という文字列を渡してその結果を y に代入します。最後にフロート型からイント型に型変換するには、イント丸括弧を使えばよいので、イント丸括弧の引数に 100.0 を渡してその結果を z に代入します。そしてプリント関数でそれぞれの値と型を出力します。型を出力するにはタイプ関数を使えばよいので、タイプ関数の引数に変数を渡してその結果を出力します。では実際にこのコードを実行してみると、確かにイント型から文字列型への型変換、文字列型からフロート型への型変換、フロート型からイント型への型変換ができていることがわかりますね。今回、プリント関数の引数に直接タイプ関数を渡してその結果を出力していますが、タイプ関数の戻り値を一度変数に代入してプリント関数に渡しても同じ結果が得られます。これで問題2は終わりです。続いて3問目。変数 x に10、変数 y に2を代入し、x×y の結果と x÷y の結果の合計を出力してください。また、x の y 乗から x を y で割った余りを引いた数を出力してください。では、解いてみましょう。まず、x には10、y には2を代入します。そして掛け算はアスタリスクの演算子を使って計算するので、x アスタリスク y を計算して、割り算はスラッシュの演算子を使って計算するので、x スラッシュ y を計算して、それぞれを丸括弧で囲んで、プラスの演算子を使って合計を計算します。これをリザルト1に代入します。もう一つは、x の y 乗はアスタリスク2つの演算子を使って計算するので、x アスタリスクアスタリスク y を計算して、x を y で割った余りは、パーセント演算子を使って計算するので、x%y を計算して、それぞれを丸括弧で囲んで、マイナス演算子を使って引き算を計算します。これをリザルト2に代入します。そしてプリント関数でそれぞれを出力します。これを実行すると、確かに掛け算と割り算の結果の合計と、x の y 乗から x を y で割った余りを引いた数が出力されていることがわかりますね。これで問題3は終わりです。ここで少しだけ PR をさせてください。現在、サプーの書籍が発売中です。概要欄にリンクを貼っておくので、気になる方はチェックしてみてください。続いて4問目。x にイント型の10、y にイント型の20を代入し、プラスの演算子を使って x と y を足した結果を出力してください。また、x と y を文字列型に型変換して、プラスの演算子を使って x と y を連結した結果を出力してください。では解いてみましょう。まず、x には10、y には20を代入します。そしてプラスの演算子を使って x と y を足した結果をリザルト1に代入します。次に x と y を文字列型に型変換するには str 丸括弧を使えば良いので str 丸括弧の引数に x と y を渡してその結果をプラスの演算子で連結してリザルト2に代入します。そしてプリント関数でそれぞれを出力します。これを実行すると確かにイント型の x と y を足した結果、30と文字列型の x と y を連結した結果、1020が出力されましたね。これで問題4は終わりです。続いて5問目。以下のようなコードがあります。2行目と3行目の間に x と y を足した結果を出力というコメントを追加してください。では解いてみましょう。2行目と3行目の間にシャープを書いて、その後ろに x と y を足した結果を出力というコメントを書きます。これを実行すると、x 足す y の結果が出力されたので、プログラムの処理には影響を与えずにコメントを書くことができました。これで問題5は終わりです。続いて6問目。以下のようなコードがあります。x の計算式を折り返して複数行にして読みやすくしてください。では解いてみましょう。x の計算式を折り返すには、
式の部分を丸括弧で囲った後、プラスの演算子の前か後ろで開業します。もしくはバックスラッシュをつけて折り返すこともできます。これを実行すると、エラーにはならずに計算結果が出力されましたね。これで問題6は終わりです。続いて7問目。ラウンド 1.5 とラウンド 2.5 とラウンド 3.5 の結果がそれぞれどうなるか予測してください。では解いてみましょう。ラウンド関数は小数点以下を丸めることができます。波数が 0.5 より小さいなら切り捨て、波数が 0.5 より大きいなら切り上げ、波数が 0.5 なら切り捨てと切り上げのうち偶数となる方へ丸められます。ラウンド 1.5 とラウンド 2.5 とラウンド 3.5 の結果をプリント関数で出力してみます。これを実行すると、すべて波数が 0.5 ですが、1.5 は1と2のうち偶数である2へ、2.5 は2と3のうち偶数である2へ、3.5 は3と4のうち偶数である4へ丸められました。続いて8問目。x に100を代入して、x を100加算した結果を出力してください。では解いてみましょう。まず x に100を代入します。そして x プラスイコール100と書くことで x に100を加算した結果を x に代入します。これをプリント関数で出力します。これを実行すると、確かに x に100を加算した結果が出力されましたね。また、x イコール x プラス100と書いても同じ結果は得られますが、x プラスイコール100という書き方は拡張代入演算子と言われるもので、プラス以外にもマイナスによる引き算やアスタリスクによる掛け算やスラッシュによる割り算なども同様に、その変数の値を使って計算してその結果をその変数に代入することができます。これで問題8は終わりです。続いて9問目。変数 name にあなたの名前を代入し、変数 age にあなたの年齢を代入して、私は〇〇です。〇〇歳です。という自己紹介の文をプリント関数で表示してください。では解いてみましょう。まず、name にはご自身の名前、age にはご自身の年齢を代入します。今回、name にはサプー、age には20を代入しました。そして F 文字列を使って自己紹介の文を作成して変数セルフイントロダクションに代入します。F 文字列は波括弧の中に変数を入れることでその変数の値を文字列に埋め込むことができます。なので波括弧の中に name と age を入れて私は〇〇です。〇〇歳ですという文を作成します。これをセルフイントロダクションに代入してプリント関数で出力します。これを実行すると、私はサプーです。20歳です。という自己紹介の文が出力されたのがわかりますね。これで問題9は終わりです。続いて10問目。03-1111-2222という電話番号の文字列があります。ハイフンを取り除いた電話番号を出力してください。では解いてみましょう。文字列にはリプレイスというメソッドがあり、x イコール文字列ドットリプレイス丸括弧時間前の文字列カンマ時間後の文字列という形で使い、対象の文字列に対して第一引数に指定した時間前の文字列の部分を第二引数に指定した時間後の文字列へ置き換えることができます。まず、フォンという変数に 03-1111-2222 を代入します。そして、リプレイスメソッドを使ってハイフンを取り除くために、リプレイスメソッドの第一引数にハイフンを渡して、第二引数に空文字を渡して、ハイフンを取り除いた電話番号をフォン without ハイフンという変数に代入します。そして、プリント関数で出力します。これを実行すると、確かにハイフンが取り除かれた電話番号が出力されましたね。これで問題10は終わりです。続いて11問目。
あいうえおという文字列の一文字一文字の間に改行が入っている文字列を作成して、その文字列を出力してください。では解いてみましょう。改行は\n という特殊な表現方法であるエスケープシーケンスを使って表すことができます。文字列あいうえおを作成して、一文字一文字の間に\n を入れて改行を入れます。そしてプリント関数でその文字列を出力します。これを実行すると、確かに一文字一文字が改行された文字列が出力されましたね。これで問題11は終わりです。続いて12問目、半角スペース鈴木全角スペース太郎開業という文字列があります。この文字列から先頭の半角スペースと末尾の開業を取り除いて、鈴木全角スペース太郎という文字列を別の変数に代入して、それをプリント関数を使って出力してください。では解いてみましょう。文字列にはストリップというメソッドがあり、対象の文字列ドットストリップ丸括弧という形で使うことができます。ストリップメソッドは文字列の先頭と末尾の空白や改行を取り除いた文字列が取得できます。まず、ネームに半角スペース鈴木全角スペース太郎\n を代入します。そしてストリップメソッドを使って先頭と末尾の空白、改行を取り除き、その結果をネームストリップドに代入します。そしてプリント関数でネームストリップドを出力します。これを実行すると、確かに先頭と末尾の空白、改行が取り除かれた文字列が出力されましたね。これで問題12は終わりです。続いて13問目。X に Apple という文字列を代入して、すべて大文字に変換した文字と、すべて小文字に変換した文字をそれぞれ出力してください。では解いてみましょう。文字列にはアッパーとロアというメソッドがあり、アッパーメソッドは文字列をすべて大文字にした文字列を返して、ローアーメソッドは文字列をすべて小文字にした文字列を返してくれます。対象の文字列ドットアッパー丸括弧、対象の文字列ドットローアー丸括弧という形で使うことができます。まず X に Apple を代入します。そしてアッパーメソッドを使って Apple をすべて大文字に変換して、その結果をアッパー X に代入し、ローアーメソッドを使って Apple をすべて小文字に変換して、その結果をローアー X に代入します。そしてプリント関数でそれぞれを出力します。これを実行すると、確かに Apple がすべて大文字に変換された文字列とすべて小文字に変換された文字列が出力されましたね。これで問題13は終わりです。続いて14問目。要素がリンゴ、バナナ、オレンジであるフルーツというリストを作成して、そのリストをプリント関数を使って出力してください。では解いてみましょう。リストを作成するには、角括弧を使って要素を間幕切りで並べればよいので、このようにしてリストを作成することができます。そしてプリント関数でそのリストを出力します。これを実行すると、確かにリンゴ、バナナ、オレンジのリストが作成できて出力できましたね。これで問題14は終わりです。続いて15問目。フルーツというリストにリンゴ、バナナ、オレンジの要素が入っています。このリストの長さを出力してください。では解いてみましょう。まず、リンゴ、バナナ、オレンジの要素が入っているフルーツというリストを作ります。リストの長さを取得するには、連関数を使えばよいので、連関数の引数にフルーツを渡して、その結果をフルーツ連という変数に代入します。そしてフルーツ連をプリント関数で出力します。これを実行すると、確かにリストフルーツの長さ3というのが出力されましたね。これで問題15は終わりです。続いて16問目。フルーツというリストにリンゴ、バナナ、オレンジの要素が入っています。このリストの先頭の要素を取り出して、先頭は〇〇ですと出力してください。また、リストフルーツの末尾の要素を取り出して、末尾は〇〇ですと出力してください。
では解いてみましょう。要素がリンゴ、バナナ、オレンジのフルーツというリストを作成します。そしてリストの要素を取り出すには、インデックスを指定すれば良いですよね。インデックスは0から始まるので、フルーツ0で先頭の要素を取り出して、ファーストフルーツに代入します。また、後ろからのインデックスはマイナス1から始まるので、フルーツマイナス1で末尾の要素を取り出して、ラストフルーツに代入します。そしてプリント関数と F 文字列を使ってそれぞれの要素を出力します。これを実行すると、確かに先頭はリンゴです。末尾はオレンジですが出力されましたね。これで問題16は終わりです。続いて17問目。03-1111-2222という電話番号の文字列があります。先頭から2文字を取り出して出力してください。また、文字列の長さを取得して出力してください。では、解いてみましょう。文字列はリストと同じようにインデックスを使って一文字を取り出したり、スライスを使って文字列の一部分を取り出したりすることができます。また、連関数を使って文字列の長さを取得することもできます。まず、フォンという変数に 03-1111-2222 を代入します。そしてスライスを使って先頭から2文字を取り出します。スライスの角括弧の中のコロンの左側は取り出す文字列の開始位置を指定し、右側は取り出す文字列の終了位置を指定しますが、今回は先頭からなので、コロンの左側には何も指定しません。そしてその結果を toDigits という変数に代入して、また連関数を使ってフォンの長さを取得して、フォンレンという変数に代入して、プリント関数でそれぞれを出力します。これを実行すると、確かに先頭から2文字が出力されて、そして文字列の長さが出力されましたね。これで問題17は終わりです。続いて18問目。03-1111-2222 という電話番号の文字列があります。先頭から4番目の文字から7番目の文字までを切り取って出力してください。では解いてみましょう。まず変数フォンに 03-1111-2222 を代入します。そしてスライスを使って先頭から4番目の文字から7番目の文字を取り出します。リストと同じでスライスの角括弧の中のコロンの左側は取り出す文字列の開始位置を指定し、右側は取り出す文字列の終了位置を指定します。そして取り出した文字列を 4th to 7th に代入してプリント関数で出力します。これを実行すると、確かに4番目の文字から7番目の文字が取り出されて出力されましたね。これで問題18は終わりです。続いて19問目。03-1111-2222 という電話番号の文字列があります。ハイフンで区切ってリストにして出力してください。では解いてみましょう。文字列はスプリットメソッドを持っていて、指定した文字で区切ったリストを取得できます。対象の文字列、ドット、スプリット、丸括弧、区切り文字という形で使うことができます。まず変数フォンに 03-1111-2222 を代入します。そしてスプリットメソッドを使います。ハイフンで区切ってリストに変換するため、スプリットメソッドの引数にはハイフンを渡して、結果をフォンリストに代入します。そしてフォンリストを出力します。これを実行すると、確かに電話番号がハイフンで区切られたリストが出力されましたね。これで問題19は終わりです。続いて20問目。03と1111と2222という電話番号の番号の部分を要素に持つリストがあります。このリストの各要素をハイフンで結合した文字列を作って出力してください。では解いてみましょう。リストの各要素をある区切り文字で結合して文字列を作るには、文字列のジョインメソッドを使います。区切り文字ドットジョイン丸括弧リストという形で使うことができます。
まず、本リストに03と1111と2222という要素を持つリストを代入します。そして、ハイフン区切りの文字列に変換するために、ジョインメソッドの引数にフォンリストを渡して、区切り文字にハイフンを指定して、フォンという変数に代入します。そして、フォンを出力します。これを実行すると、確かにハイフン区切りの電話番号が出力されましたね。これで問題20は終わりです。続いて21問目。3、1、4、2、5の要素が入っているナンバーズのリストを作成してください。そしてナンバーズを小順に相として先頭から3つの要素を取り出して新しいリストにして出力してください。では解いてみましょう。まず3、1、4、2、5の要素を持つナンバーズというリストを作ります。リストを小順に相当するにはソーテッド関数を使えば良いので、ソーテッド関数の引数にナンバーズを渡して、その結果をソーテッドナンバーズに代入します。そしてスライスを使って先頭から3つの要素を取り出して、新しいリスト、スモーレストナンバーズを作成します。そしてスモーレストナンバーズを出力します。これを実行すると、確かに新しいリストには1、2、3の要素が入っていて出力されましたね。これで21問目は終わりです。続いて22問目。3、1、4、2、5の要素が入っているナンバーズのリストを作成してください。そしてナンバーズを逆順にして出力してください。では解いてみましょう。リストにはリバースというメソッドがあり、リスト .reverse 丸括弧という形で呼び出すことができて、リストの要素を逆順にすることができます。まず、ナンバーズに3、1、4、2、5のリストを代入します。そして、リバースメソッドを呼び出して、ナンバーズの要素を逆順にします。そして、ナンバーズを出力します。これを実行してみると、確かにリストの要素が逆順になっていることがわかりますね。また似ているものとしてソートメソッドがあり、リスト .sort という形で呼び出すことで、リストの要素を小順にすることができます。一つ前の問題で出てきたソーテッド関数は、リストをソートした新しいリストを返すのに対して、ソートメソッドやリバースメソッドは、リスト自体を変更するということに注意してください。これで問題22は終わりです。続いて23問目。リストナンバーズに3、1、4、2、5の要素が入っています。このリストの合計の値と最大値と最小値を出力してください。では解いてみましょう。まず3、1、4、2、5という要素を持つリストをナンバーズに代入します。リストの値の合計を取得するには、サム関数を使えばよいので、サム関数の引数にナンバーズを渡して、その結果をサムナンバーズに代入します。またリストの最大値を取得するには、マックス関数を使えばよいので、マックス関数の引数にナンバーズを渡して、その結果をマックスナンバーに代入します。リストの最小値を取得するには、min関数を使えばよいので、min関数の引数にナンバーズを指定して、その結果をminナンバーに代入します。これを実行すると、確かにリストの値の合計、最大値、最小値が出力されましたね。これで問題23は終わりです。続いて24問目。リストナンバーズに3、1、4、2、5の要素が入っています。ナンバーズの先頭から2番目の要素を削除して、削除したリストを出力してください。また削除した2番目の要素を出力してください。では解いてみましょう。リストには POP というメソッドがあり、POP メソッドは指定したインデックスの要素を取り出し、その要素をリストから削除します。リストを .pop 丸括弧インデックスという形で使うことができます。まず、ナンバーズに3、1、4、2、5を代入します。そして、ナンバーズの POP メソッドを呼び出して、先頭から2番目の要素、つまり、インデックスが1の要素を取り出して、その結果をセカンドナンバーに代入します。
また、ポップメソッドはリストから要素を取り出して、リストからその要素を削除するので、Numbers はすでに2番目の要素が削除されたリストになっています。そして、Numbers とセカンドナンバーをそれぞれ出力します。これを実行すると、確かに2番目の要素が削除されたリストと、その削除した要素が出力されましたね。これで問題24は終わりです。続いて25問目。リストオッドナンバーズに1357という奇数の数値が入っています。リストイーブンナンバーズに2468という偶数の数値が入っています。この2つのリストを結合して新しいリストナンバーズを作成して出力してください。では解いてみましょう。まず、オッドナンバーズという1357の要素が入っているリストを作ります。次に even numbers という2468という要素が入っているリストを作ります。リストを結合するにはプラスの演算子を使えばよいので、odd numbers と even numbers をプラス演算子で結合して新しいリスト numbers を作成します。そして numbers を出力します。これを実行すると、確かに奇数のリストと偶数のリストが結合された新しいリストが出力されましたね。これで問題25は終わりです。続いて26問目。リストオッドナンバーズに1357という奇数の数値が入っています。リストイーブンナンバーズに2468という偶数の数値が入っています。オッドナンバーズに9という要素を追加して、イーブンナンバーズから8という要素を削除して、それぞれのリストを出力してください。ただし、新しいリストは作らず、オッドナンバーズとイーブンナンバーズ自体を直接変更してください。では、解いてみましょう。まず、1357という要素を持っているオッドナンバーズと2468という要素を持っているイーブンナンバーズを作成しておきます。リストに要素を追加するには、アペンドメソッドを使えばよいので、オッドナンバーズに9を追加するため、アペンドメソッドを使って9を追加します。リストから要素を削除するには、リムーブメソッドを使えばよいので、イーブンナンバーズから8を削除するために、リムーブメソッドを使って8を削除します。そして、オッドナンバーズとイーブンナンバーズを出力します。アペンドもリムーブもリスト自体を変更するメソッドなので、新しいリストを作らずにリスト自体を直接変更することができます。これを実行すると、確かにオッドナンバーズには9が追加されて、イーブンナンバーズからは8が削除されたのがわかりますね。これで問題26は終わりです。続いて27問目。キーが1でバリューがムツキ。キーが2でバリューがキサラギ。キーが3でバリューが弥生という要素を持つ辞書、マンスを作成して出力してください。では解いてみましょう。辞書を作成するには波括弧を使ってキーとバリューをコロンで区切ってキーとバリューのペアをカンマ区切りで並べればよいので、このようにして辞書、マンスを作成します。そしてマンスを出力します。これを実行すると、確かに1、ムツキ、2、キサラギ、3、弥生という辞書が出力されましたね。これで問題27は終わりです。続いて28問目。キーが1でバリューがムツキ、キーが2でバリューがキサラギ、キーが3でバリューが弥生という要素を持つ辞書マンスがあります。マンスにキーが4、バリューがウズキという要素を追加してマンスを出力してください。では解いてみましょう。まず、1、ムツキ、2、キサラギ、3、弥生という辞書を作成します。辞書に要素を追加するには、辞書、角括弧、キーイコールバリューという形で、キーとバリューのペアを追加すればよいので、マンス、角括弧4イコールウズキという形で、キーが4、バリューがウズキのペアを追加します。そして、マンスを出力します。これを実行すると、確かにキーが4、バリューがウズキのペアが追加された辞書が出力されましたね。これで問題28は終わりです。続いて29問目。キーが1、バリューがムツキ。キーが2、バリューがキサラギ。
キーが3、バリューが弥生という要素を持つ辞書マンスがあります。キーが2のバリューを取り出して出力してください。では、解いてみましょう。まず、1、むつき、2、きさらぎ、3、やよいという辞書があります。辞書からバリューを取り出すには、辞書、角括弧キーという形で、キーを指定してバリューを取り出せばよいので、マンス、角括弧2という形で、キーが2のバリューを取り出して、バリュー2という変数に代入します。そして、バリュー2を出力します。これを実行すると、確かにキーが2のバリューである、きさらぎが出力されましたね。これで問題29は終わりです。続いて30問目。キーが1、バリューがむつき、キーが2、バリューがきさらぎ、キーが3、バリューが弥生という要素を持つ辞書マンスがあります。キーが1に対するバリューをむつきからジャニュアリーに変更してマンスを出力してください。では解いてみましょう。まず、1、むつき、2、きさらぎ、3、やよいという辞書を作成します。辞書のバリューを変更するには、辞書角括弧キーイコール新しいバリューという形で、キーを指定してバリューを変更すればよいので、マンス角括弧1イコールジャニュアリーという形で、キーが1のバリューをジャニュアリーに変更します。そしてマンスを出力します。これを実行すると、確かにキーが1のバリューがジャニュアリーに変更された辞書が出力されましたね。これで問題30は終わりです。続いて31問目。キーが1、バリューがむつき、キーが2、バリューがきさらぎ、キーが3、バリューがやよいという要素を持つ辞書、マンスがあります。キーが3の要素を削除して、削除した要素のバリューと削除後のマンスを出力してください。では解いてみましょう。辞書には POP というメソッドがあり、POP メソッドは指定したキーの要素を取り出し、その要素を辞書から削除します。辞書 .pop 丸括弧キーという形で使うことができます。まず、1、むつき、2、きさらぎ、3、やよいという辞書を作ります。辞書の要素を削除するには、POP メソッドの引数に削除したいキーを渡して、マンス .pop 丸括弧3という形でキーが3の要素を削除します。そして戻り値をマンス3という変数に代入します。そしてマンス3とマンスを出力します。これを実行すると、確かにキーが3のバリューとその要素が削除された辞書が出力されましたね。これで問題31は終わりです。続いて32問目。キーが1、バリューがむつき。キーが2、バリューがきさらぎ、キーが3、バリューがやよいという要素を持つ辞書、マンスがあります。キーの値をすべて取り出してリストにして出力してください。また、バリューの値をすべて取り出してリストにして出力してください。では、解いてみましょう。まず、1、むつき、2、きさらぎ、3、やよいという辞書、マンスを作成します。辞書のキーをすべて取り出すには、キーズというメソッドを使えばよいので、マンスのキーズメソッドを呼び出して、キーを取り出して、リストに変換して、キーズという変数に代入します。また辞書のすべてのバリューを取り出すには、バリューズというメソッドを使えばよいので、マンスのバリューズメソッドを呼び出して、すべてのバリューを取り出してリストに変換して、バリューズという変数に代入します。そして変数キーズと変数バリューズを出力します。これを実行すると、確かにすべてのキーとすべてのバリューがリストに変換されて出力されましたね。これで問題32は終わりです。続いて33問目。1、2、3、4、5の要素を持つ集合を作成して出力してください。では解いてみましょう。集合を作成するには、波括弧を使って要素をカンマ区切りで並べれば良いので、波括弧1カンマ2カンマ3カンマ4カンマ5波括弧閉じという風に書けば良いです。この集合を numbers という変数に代入して、numbers を出力します。これを実行してみると、確かに1、2、3、4、5の要素を持つ集合が出力されましたね。これで問題33は終わりです。続いて34問目。1、2、3、4、5の要素を持つ集合ナンバーズがあります。
ナンバーズに6という要素を追加して、さらに1という要素を削除して、ナンバーズを出力してください。では、解いてみましょう。まず、1、2、3、4、5という要素を持つ集合、ナンバーズを作成します。集合に要素を追加するには、add メソッドを使えば良いので、numbers.add 丸括弧6という形で6を追加します。また、集合から要素を削除するには、remove メソッドを使えば良いので、numbers.remove 丸括弧1という形で1を削除します。そして、numbers を出力します。これを実行すると、確かに6が追加されて1が削除された集合が出力されましたね。これで問題34は終わりです。続いて35問目。リストナンバーズに1152533の要素が入っています。ナンバーズから重複した要素を取り除いて新しいリストを作成して出力してください。では解いてみましょう。まず、1152533という要素を持つリストを作っておきます。リストから重複した要素を取り除くには、集合を使うのが便利です。集合は重複した要素を持てないので、リストを集合に変換することで、重複した要素を取り除くことができます。なので、セットを使って、ナンバーズを集合に変換して、重複した要素を取り除きます。そしてリスト丸括弧を使って集合をリストに変換してユニークナンバーズという変数に代入します。そしてユニークナンバーズを出力します。これを実行すると確かに重複した要素が取り除かれたリストが出力されましたね。これで問題35は終わりです。続いて36問目。グループ A は12345の要素を持つ集合です。グループ B は45678の要素を持つ集合です。グループ A とグループ B の両方に含まれる要素だけを取り出して新しい集合を作成して出力してください。では解いてみましょう。まず、12345の要素を持つ集合グループ A と45678の要素を持つ集合グループ B を作成しておきます。複数の集合の共通する要素を取り出すには、AND の演算子を使って積集合を取ります。なので、グループ A& グループ B と書いて積集合を取って、それをコモンナンバーズという変数に代入します。そしてプリント関数でコモンナンバーズを出力します。これを実行すると、確かにグループ A とグループ B の両方に含まれる要素4、5が取り出された集合が出力されましたね。これで問題36は終わりです。続いて37問目。グループ A は12345の要素を持つ集合です。グループ B は45678の要素を持つ集合です。グループ A にしか含まれない要素を取り出して新しい集合を作成して出力してください。では解いてみましょう。まず、12345の要素を持つグループ A という集合を作成して、45678という要素を持つグループ B という集合を作成しておきます。ある集合から別の集合にはない要素を取り出すには、マイナスの演算子を使って差集合を取れば OK です。なので、グループ A マイナスグループ B と書いて差集合を取って、それをユニークナンバーズという変数に代入します。そしてユニークナンバーズを出力します。これを実行してみると、確かにグループ A にしか含まれない要素が取り出された集合が出力されましたね。これで問題37は終わりです。続いて38問目。グループ A は12345の要素を持つ集合です。グループ B は45678の要素を持つ集合です。グループ A とグループ B を合わせた集合を作成して出力してください。では解いてみましょう。まず、12345という要素を持つグループ A という集合を作成して、45678という要素を持つグループ B の集合を作成します。複数の集合を合わせるには、パイプという演算子を使って和集合を取れば OK です。なので、グループ A、パイプ、グループ B と書いて和集合を取って、all numbers という変数に代入します。
そしてオールナンバーズを出力します。これを実行すると、確かにグループ A とグループ B を合わせた集合が出力されましたね。これで問題38は終わりです。続いて39問目。1、12、5、10、13、7、90の要素を持つ集合ナンバーズがあります。この集合の中で2番目に大きい要素を取り出して出力してください。では解いてみましょう。まず、1、12、5、10、13、7、90の要素を持つナンバーズを作成します。集合の要素をソートするには、ソーテッド関数を使えばよいので、ソーテッド関数の引数にナンバーズを渡して戻り値をソーテッドナンバーズに代入します。この時、ソーテッド関数はリストを返すので、リストのインデックスを使って、後ろから2番目、つまり2番目に大きい要素を取り出します。そして、セカンドラージェストナンバーという変数に代入します。最後に、セカンドラージェストナンバーを出力します。これを実行すると、確かに2番目に大きい要素が出力されましたね。これで問題39は終わりです。続いて40問目。1920と1080という要素を持つタブル、スクリーンサイズを作成して出力してください。では解いてみましょう。タブルを作成するには、丸括弧を使って要素を間幕切りで並べればよいので、丸括弧1920、ガンマ、1080、丸括弧閉じと、このようにしてタブルを作ってスクリーンサイズという変数に代入します。そしてスクリーンサイズを出力します。これを実行すると、確かに1920と1080という要素を持つタブルが出力されましたね。これで問題40は終わりです。続いて41問目。1920と1080という要素を持つタプル、スクリーンサイズがあります。スクリーンサイズから一つ目の要素を取り出して with という変数に代入して出力してください。では解いてみましょう。まず1920と1080という要素を持つタプル、スクリーンサイズを作成します。タプルから要素を取り出すには、タプル角括弧インデックスという形で、インデックスを指定して要素を取り出せばよいので、スクリーンサイズ角括弧0という形で、一つ目の要素を取り出して width という変数に代入します。そして width を出力します。これを実行すると、確かに一つ目の要素が取得できていますね。これで問題41は終わりです。続いて42問目。空のリスト、空の辞書、空の集合を作成してそれぞれ出力してください。では解いてみましょう。空のリストを作成するには、角括弧閉じを使って空のリストを作成します。空の辞書を作成するには、波括弧閉じを使って空の辞書を作成します。空の集合を作成するには、セット丸括弧を使って空の集合を作成します。それぞれ変数に代入してそれを出力します。これを実行すると、確かに空のリスト、空の辞書、空の集合が出力されましたね。これで問題42は終わりです。続いて43問目。x と y に何か適当な値を代入して、x と y の値が同じかどうかを確認し、同じなら同じですと出力してください。では解いてみましょう。まず、x と y に何か適当な値を代入します。今回は x に10、y に10を代入しました。x と y の値が同じかどうかを比較するには、イコールイコールの演算子を使えば良いです。なので、if 文の条件式に x イコールイコール y と書くことで、x と y の値が同じかどうかを比較して、同じ時だけ if 文の中の処理が実行されるので、if 文の中にプリント関数を書いて同じですと出力します。これを実行すると、x と y の値は同じなので同じですと出力されましたね。また y には20を代入して、これをもう一度実行してみると、今度は何も出力されません。さらに x にリンゴを代入して、y にリンゴを代入して、もう一度これを実行すると、今度は x と y の値が同じなので同じですと出力されましたね。文字列でも数値でもイコールイコール演算子を使って値が同じかどうかを比較することができます。
これで問題43は終わりです。続いて44問目。x と y に何か適当な値を代入して、x と y の値が異なるかどうかを確認し、異なるなら異なりますと出力してください。では解いてみましょう。まず x と y に何か適当な値を代入します。今回は x に10、y に20を代入しました。x と y の値が異なるかどうかを比較するには、エクスクラメーションマークイコールを使えば良いです。なので、if 文の条件式に x エクスクラメーションマークイコール y と書くことで、x と y の値が異なるかどうかを確認して、異なる時だけ if 文の中の処理が実行されるので、if 文の中にプリント関数を書いて異なりますと出力します。これを実行すると、確かに x と y の値が異なるので異なりますが出力されましたね。ちなみに x にリンゴを代入して y にバナナを代入してこれをもう一度実行すると同じように異なりますが出力されました。文字列でも数値でもエクスクラメーションマークイコールを使って値が異なるかどうかを比較することができます。これで問題44は終わりです。続いて45問目。x と y に何か適当な数値を代入して、x が y 以上なら、x は y 以上ですと出力し、x が y 未満なら、x は y 未満ですと出力してください。では解いてみましょう。まず x と y に何か適当な値を代入します。今回は x に10、y に5を代入しておきました。if 文の条件式に x 左に開いた山括弧イコール y と書くことで x が y 以上かどうかを確認して x が y 以上の時だけ if 文の中の処理が実行されるので if 文の中にプリント関数を書いて x は y 以上ですと出力します。そしてそれ以外は else の中の処理が実行されます。この場合、x が y 未満の時だけ else の中の処理が実行されるので、else の中にプリント関数を書いて、x は y 未満ですと出力します。これを実行すると、確かに x が y 以上なので、x は y 以上ですと出力されましたね。また、y に11を代入して、もう一度実行すると、今度は x が y 未満なので、x は y 未満ですと出力されましたね。これで問題45は終わりです。続いて46問目。x に100以下の何か適当な数値を代入して、90以上なら A、90未満で80以上なら B、80未満なら C と出力してください。では解いてみましょう。まず x に100以下の何か適当な数値を代入します。今回は85を代入しました。if 文の条件式に x 左に開いた山括弧イコール90と書くことで x が90以上かどうかを確認して x が90以上の時だけ if 文の中の処理が実行されるので if 文の中にプリント関数を書いて a と出力します。次に elif を使って x が90以上ではないけれども x が80以上かどうかを確認します。x 左に開いた山括弧イコール80と書くことで上に書いた if の条件式には当てはまらないけれどx が80以上の時だけ elif の中の処理が実行されるので elif の中にプリント関数を書いて b と出力します。最後にそれ以外の場合は else の中の処理が実行されます。この場合 x が80未満の時だけ else の中の処理が実行されるので else の中にプリント関数を書いて c を出力します。これを実行すると x は90未満だけれども80以上なので B が出力されましたね。また X に75を代入してもう一度これを実行すると今度は X が80未満なので C が出力されましたね。これで問題46は終わりです。続いて47問目。フェイバリットフルーツというリストにリンゴ、バナナ、みかん、梨、桃の要素が入っています。
X に何か適当な果物の名前の文字列を代入して、X がフェイバリットフルーツに含まれていれば好きな果物ですと出力してください。では解いてみましょう。まず、フェイバリットフルーツにリンゴ、バナナ、みかん、梨、桃の要素を持つリストを代入します。そして X に何か適当な果物の名前の文字列を代入します。今回はリンゴとしておきます。X がフェイバリットフルーツに含まれているかどうかを確認するには in を使えば良いです。なので、if 文の条件式に X in フェイバリットフルーツと書くことで、X がフェイバリットフルーツに含まれていれば、if 文の中の処理が実行されるので、if 文の中にプリント関数を書いて、好きな果物ですと出力します。これを実行すると、確かに X、リンゴはフェイバリットフルーツに含まれているので、好きな果物ですが出力されましたね。また X にメロンを代入して、これをもう一度実行すると、今度はフェイバリットフルーツに含まれていないので何も出力されません。これで問題47は終わりです。続いて48問目。アレルギーフーズというリストに卵、乳、小麦、そば、落花生の要素が入っています。X に何か適当な食べ物の名前の文字列を代入して、X がアレルギーフーズに含まれていなければアレルギーの食べ物ではありませんと出力してください。では解いてみましょう。まずアレルギーフーズに卵、乳、小麦、そば、落花生の要素を持つリストを代入します。そして X に何か適当な食べ物の名前を代入します。今回は牛肉としました。X がアレルギーフーズに含まれていないかどうかを確認するには not in を使えば良いです。なので、if の条件式に x not in アレルギーフーズと書くことで、x がアレルギーフーズに含まれていなければ if 文の中が処理されるので、if 文の中にプリント関数を書いて、アレルギーの食べ物ではありませんと出力します。これを実行すると、牛肉はアレルギーフーズに含まれていないので、アレルギーの食べ物ではありませんが出力されましたね。これで問題48は終わりです。続いて49問目。ドキュメントという文字列に何か適当な文章を代入してください。ドキュメントに Python という文字列が含まれているかどうかを確認し、Python が含まれていれば Python が含まれていますと出力してください。では解いてみましょう。まず、ドキュメントに何か適当な文章を代入します。今回は、私は Python を学んでいますという文字列をドキュメントに代入しました。in というのはリストだけじゃなくて文字列に使うこともできます。なので、if 文の条件式に Python in ドキュメントと書くことで、ドキュメントに Python が含まれているかどうかを確認して、Python が含まれていれば、if 文の中の処理が実行されるので、if 文の中にプリント関数を書いて Python が含まれていますと出力します。これを実行すると、確かにドキュメントに Python が含まれているので Python が含まれていますと出力されましたね。これで問題49は終わりです。続いて50問目。フォンナンバーという文字列に何か適当な電話番号を代入してください。フォンナンバーが0120で始まるかどうかを確認し、0120で始まるならフリーダイヤルですと出力してください。では解いてみましょう。文字列のスタート with メソッドを使うと対象の文字列が引数に渡した文字列で始まる場合に true を返します。文字列 .starts with 丸括弧先頭の文字列という形で使うことができます。まず、フォンナンバーに何か適当な電話番号を代入します。今回は 0120-0000-0000 としました。フォンナンバーが0120で始まるかどうかは starts with メソッドを使えば良いです。なので、if 文の条件式にフォンナンバー .starts with 丸括弧0120と書くことで、フォンナンバーが0120で始まるかどうかを調べて、0120で始まるときだけ if 文の中の処理が実行されるので、if 文の中にプリント関数を書いてフリーダイヤルですと出力します。これを実行すると、確かにフォンナンバーは0120で始まるので、フリーダイヤルですが表示されましたね。これで問題50は終わりです。続いて51問目。
メールアドレスに何か適当なメールアドレスの文字列を代入してください。メールアドレスが@gmail.com で終わるかを確認し、@gmail.com で終わるなら Gmail アドレスですと出力してください。では解いてみましょう。文字列の ends with メソッドを使うと、対象の文字列が引数に渡した文字列で終わる場合に true を返します。文字列 .ends with 丸括弧末尾の文字列という形で使うことができます。まずメールアドレスに何か適当なメールアドレスを代入します。今回は python.sap.vtuber@gmail.com というメールアドレスを代入します。メールアドレスが @gmail.com で終わるかどうかを確認するには ends with メソッドを使えば良いです。なので、if 文の条件式に e メールアドレス .ends with 丸括弧 @gmail.com と書くことで、メールアドレスが@gmail.com で終わるかどうかを調べて、@gmail.com で終わるときだけ if 文の中の処理が実行されるので、if 文の中にプリント関数を書いて Gmail アドレスですと出力します。これを実行すると、確かにこのアドレスは@gmail.com で終わるので Gmail アドレスですが出力されましたね。これで問題51は終わりです。続いて52問目。マススコアに何か適当な数値を代入して、ENG スコアに何か適当な数値を代入して、JPN スコアに何か適当な数値を代入します。これらは数学、英語、国語の点数です。すべての科目の点数が80点以上なら合格。一つでも80点未満の科目があれば不合格と出力してください。では解いてみましょう。まず、マススコアに数学の点数、ENG スコアに英語の点数、JPN スコアに国語の点数を何か適当に代入します。今回はマススコアに85、ENG スコアに90、JPN スコアに80を代入しておきます。そして複数の条件式の結果がすべて true の時だけ if 文の中の処理が行われるようにしたい場合は and を使えば良いです。なので if 文の条件式にマススコア左に開いた山括弧イコール80 and ENG スコア左に開いた山括弧イコール80 and JPN スコア左に開いた山括弧イコール80と条件式を and でつないで、すべての科目の点数が80点以上の時だけ if 文の中の処理が実行されるようにします。そして if 文の中にプリント関数を書いて合格と出力します。それ以外の場合は else の中の処理が実行されます。なので一つでも80点未満の科目があれば else の中の処理が実行されるように else を書いてelse の中にプリント関数を書いて不合格と出力します。これを実行すると、すべての科目の点数が80点以上なので合格が出力されましたね。また、数学の点数を79にして、もう一度これを実行すると、数学の点数が79で80点未満なので不合格が出力されましたね。これで問題52は終わりです。続いて53問目。age という変数に何か適当な年齢を代入してください。age が12以下もしくは65以上なら割引料金、それ以外なら通常料金と出力してください。では解いてみましょう。まず age に何か適当な年齢を代入します。今回は10を代入しました。そして複数の条件式のうち一つでも true であれば if 文の中の処理が実行されるようにしたい場合は or を使えば良いです。なので if 文の条件式に age 右に開いた山括弧イコール12 or 65右に開いた山括弧イコール age と条件式を or でつないで age が12以下もしくはage が65以上の時だけ if 文の中の処理が実行されるようにします。そして if 文の中にプリント関数を書いて割引料金と出力します。それ以外の場合は else の中の処理が実行されます。なので else の中にプリント関数を書いて通常料金と出力します。これを実行するとage が10なので、age が12以下という一つ目の条件式が true になって割引料金が出力されましたね。
ちなみに、エイジを13にして、もう一度これを実行してみると、12以下でも65以上でもないので、通常料金と出力されました。これで問題53は終わりです。続いて54問目。age という年齢を表す変数に適当な数値を代入し、is student という学生かどうかを判別する変数に true か false を代入してください。年齢が18歳未満ならチケット料金は一律500円。年齢が18歳以上で、かつ学生ならチケット料金は1000円。年齢が18歳以上で、かつ学生ではない場合はチケット料金は2000円です。チケット料金を出力してください。では、解いてみましょう。まず、エイジに何か適当な年齢を代入します。今回は20を代入します。次に、is student に true か false を代入します。今回は false を代入します。そして、エイジが18未満なら、料金は一律500円なので、if 文の条件式に、エイジ右に開いた山括弧18と書いて、エイジが18未満の時は、チケット料金500を出力します。次に、エイジが18以上の場合を考えるので、else を書いて、さらに学生かどうかを判別する必要があるので、この else の中に、さらに if を書いて、is student が true だったら、チケット料金1000円を出力させて、is student が true でない、つまり false だったら、チケット料金2000を出力します。これを実行すると、エイジが20で、is student が false なので、2000が出力されましたね。また、is student を true に変更して、もう一度実行すると、今度は1000が出力されましたね。今回 if 文を入れ子構造にしてネストさせましたが、ネストさせなくても elif を使って同じ処理を書くこともできますね。これで問題54は終わりです。続いて55問目。ネームズというリストに鈴木、田中、山田、佐藤、伊藤の要素が入っています。それぞれに3をつけて1人ずつ名前を出力してください。では解いてみましょう。まず、ネームスに鈴木、田中、山田、佐藤、伊藤の要素を持つリストを代入します。そしてリストの要素に対して一つずつ何か処理をするには for 文を使えば良いです。for の in の後ろにリストを書いて、リストから一つずつ要素を取り出して、for の後ろの変数、name に割り当てます。そして for の中にプリント関数を書いて、F 文字列を使って name に3をつけて名前を出力します。これを実行すると、確かにリストの要素の一つずつ3が付けられて出力されましたね。これで問題55は終わりです。続いて56問目。キーが1、バリューがムツキ、キーが2、バリューがキサラギ、キーが3、バリューが弥生という要素を持つ辞書マンスがあります。この辞書を使って1月は和風月名でムツキです。2月は和風月名でキサラギです。3月は和風月名で弥生です。と一つずつ出力してください。では解いてみましょう。まず、マンスに1、ムツキ、2、キサラギ、3、弥生という辞書を代入します。そして辞書のキーとバリューの値を一つずつ取り出して処理するには、辞書のアイテムズメソッドを使えば良いです。なので、for の in の後ろに辞書 .items 丸括弧を書いて、for の後ろには k と v という変数を書いて、辞書のキーとバリューの値を一つずつ取り出して、それぞれ k と v という変数に割り当てます。そして、for 文の中でプリント関数を書いて、F 文字列を使って、K 月は和風月名で V ですと出力します。これを実行すると、確かに1月は和風月名でムツキです。2月は和風月名でキサラギです。3月は和風月名で弥生です。と出力されましたね。これで問題56は終わりです。続いて57問目。以下のような三角形の底辺の長さと高さを要素に持つリストを複数要素に持つリストがあります。このリストを使って底辺の長さと高さのペアごとに三角形の面積を計算して出力してください。では解いてみましょう。
まず、底辺の長さと高さのペアのリストを複数要素に持つリスト、ボトムハイトを作成します。リストの要素自体がリストなので、多重リストと呼ばれたりもします。そしてリストの中にある底辺と高さのペアごとに三角形の面積を計算するために、法文を使ってリストの要素を一つずつ取り出して、要素であるリストをB&H という変数に割り当てます。そして B&H の一つ目の要素は底辺、二つ目の要素は高さなので、それぞれボトムとハイトという変数に代入します。そして面積を計算するため、ボトム×ハイト割る2を計算して、エリアという変数に代入しておきます。そして F 文字列を使って底辺と高さのペアごとに三角形の面積を出力します。これを実行すると、確かにリストの中にある底辺の長さと高さのペアごとに三角形の面積が計算されて出力されましたね。これで問題57は終わりです。続いて58問目。このような商品の名前とその商品の単価と数量が入った事象を要素に持つアイテムズというリストがあります。このリストを使って3つの商品の金額を合計した合計金額を計算してください。では解いてみましょう。まず、アイテムズに商品の名前と単価と数量が入った辞書を要素に持つリストを代入します。次に合計金額を計算するために、トータルプライスという変数を作成し、0で初期化します。そして、フォー文を使ってアイテムズの要素を一つずつ取り出して、アイテムズの要素である辞書をforの後ろの変数アイテムに割り当てます。そして、法文の中で単価×数量を計算して、プライスという変数に代入します。単価はアイテム×ユニットプライスで取得できます。数量はアイテム×クオンティティで取得できます。そして計算したプライスをトータルプライスに足します。最後にトータルプライスを出力します。これを実行すると、確かに単価と数量を使って3つの商品の合計金額が計算できましたね。これで問題58は終わりです。続いて59問目。0から100までの数値を一つずつ出力してください。では解いてみましょう。レンジを使うと連続した数値を簡単に生成することができます。レンジ101と書くと0から100までの連続した数値を生成することができます。レンジの引数が一つだけの場合、引数に指定した数値になったタイミングで生成が終わるため、その値自体は含みません。なので、レンジ丸括弧101と書いて、0から100までの数値をi という変数に順番で割り当てて、オーブンの中にプリント関数を書いて i を出力します。これを実行すると、確かに0から100までの数値が出力されましたね。これで問題59は終わりです。続いて60問目。1から100までの数値を要素として持つリストを作成して出力してください。では解いてみましょう。まず、空のリスト、ナンバーズを作成します。そしてレンジ1、101を使って1から100までの数値をfor文で回します。レンジは引数が2つある場合、最初の引数から2番目の引数までの数値を生成します。ただし2番目の引数の数値は生成される数値には含みません。生成された1から100までの数値は順番に i に割り当てられるので、for文の中でリストナンバーズに i を追加します。そして最後にナンバーズを出力します。これを実行すると、確かに1から100までの数値のリストが出力されましたね。これで問題60は終わりです。続いて61問目。テキストという変数に赤さたな-はまやらはという文字列を代入して、文字列の中の文字を一文字ずつ出力してください。ただし、ハイフンが出てきた時点で出力をやめてください。では、解いてみましょう。まずテキストに赤さたな-はまやらはを代入します。
4の in の後ろに文字列を指定すると、文字列の中の文字を一文字ずつ取り出して、4の後ろの変数に割り当てて、4分内の処理を実行することができます。なので、4をキャラ in テキストと書いて、文字列の中の文字を一文字ずつ取り出して、キャラという変数に割り当てます。そして if 文を使って、もしキャラがハイフンだったら、ブレイクを使って4文を抜け出します。ハイフンが出てくるまではプリント関数を使ってキャラを出力します。これを実行すると、確かに赤サタナまでが出力されましたね。これで問題61は終わりです。続いて62問目。NG ナンバーズというリストに4、9、13という要素が入っています。1から20までの数値を一つずつ出力して NG ナンバーズに含まれている数値の場合は出力をスキップしてください。では解いてみましょう。まず NG ナンバーズに4、9、13の要素を持つリストを代入します。そして4分とレンジを使って1から20までの数値を一つずつ取り出します。ただ NG ナンバーズに含まれている数値の場合は出力をスキップしたいのでif 文を使って i が NG ナンバーズに含まれているかどうかを確認します。含まれている場合は continue を使って4分の先頭に戻ります。含まれていない場合はプリント関数を使って i を出力します。これを実行すると確かに4、9、13以外の数値が出力されましたね。これで問題62は終わりです。続いて63問目。1から20までの数値を一つずつ出力してください。ただし3の倍数の時だけ〇〇は3の倍数と出力してください。では解いてみましょう。まず4分とレンジを使って1から20までの数値を一つずつ取り出します。そして if 文を使って i が3の倍数かどうかを確認します。i が3の倍数かどうかは i を3で割った余りが0かどうかで判別できます。余りはパーセントを使えば良いので if の後ろに i%3 イコールイコール0と書いて i が3の倍数の時だけ f 文字列を使って i は3の倍数と出力します。それ以外の場合は else の中の処理が実行されるので else の中にプリント関数を使って i を出力します。これを実行すると確かに3の倍数の時だけ〇〇は3の倍数と出力されましたね。これで問題63は終わりです。続いて64問目。アドレシーズという辞書があり、キーに名前、バリューにメールアドレスが入っています。この中からメールアドレスのドメインが gmail.com のデータだけを取り出して、新しい Gmail アドレシーズという辞書を作ってください。そして Gmail アドレシーズを出力してください。では解いてみましょう。まずアドレシーズに名前とメールアドレスが入った辞書を代入します。そして空の辞書 Gmail アドレシーズを作成します。次に4文と辞書のアイテムズのメソッドを使ってアドレシーズのキーとバリューのペアを一つずつ取り出します。そして if 文を使ってメールアドレスのドメインが gmail.com かどうかを確認します。メールアドレスのドメインが gmail.com かどうかは endswith メソッドを使ってアドレス .endswith 丸括弧@gmail.com と書くことで確認できます。Gmail の場合は Gmail アドレシーズに名前とメールアドレスのペアを追加します。最後に Gmail アドレシーズを出力します。これを実行すると、確かにメールアドレスのドメインが gmail.com のデータだけが取り出されて、新しい Gmail アドレシーズという辞書に入れられましたね。これで問題64は終わりです。続いて65問目。九九を1の段から9の段まで出力してください。では解いてみましょう。まず4分とレンジを使って1から9までの数値を一つずつ取り出します。これは九九の段を表しています。次にその4分の中にさらに4分を書いて1から
9までの数値を一つずつ取り出します。これはクックの段の中のかける数を表しています。そして F 文字列を使って i と j をかけた結果を出力します。i×j イコール i×j という形で出力します。これを実行すると、確かにククが1の段から9の段まで出力されましたね。これで問題65は終わりです。続いて66問目。引数に文字列の値を一つ受け取り、その値をプリント関数で表示するだけの関数、プリントストリングを作成してください。そしてこの関数を使って Hello Python という文字列を出力してください。では解いてみましょう。まず def を使ってプリントストリング関数を定義します。引数にはテキストという引数を受け取って、関数の中でプリント関数を使ってテキストを出力します。そしてこのプリントストリング関数を呼び出すには、関数の後ろに丸括弧をつけて引数を渡します。なので、Hello Python を引数にしてプリント関数を呼び出します。これを実行すると、確かに Hello Python が出力されましたね。これで問題66は終わりです。続いて67問目。A に10、B に20を代入します。次にアド関数を作成します。アド関数は2つの数値を引数に受け取り、その数値の足し算の結果を返す関数です。そのアド関数を使って A と B を足した結果を出力してください。では解いてみましょう。まず A に10を代入して B に20を代入します。そして def を使ってアド関数を定義します。引数は x と y を受け取るようにして、x と y を足した結果を z に代入します。そしてリターンの後ろに z を書いて z を返します。これがアド関数の定義です。リターンの後ろに直接 x プラス y を書いてもいいんですが、このコードでは初心者の人がわかりやすいように一度 z に代入して z を返すようにしています。次にアド関数を使って A と B を足した結果を出力します。関数の呼び出しは関数名の後ろに丸括弧をつけて引数を渡します。一つ目の引数には A を、二つ目の引数には B を渡します。アド関数の戻り値をリザルトに代入してリザルトを出力します。これを実行すると、確かに A と B を足した結果が出力されましたね。これで問題67は終わりです。続いて68問目。14、32、81、9という要素が入っている Numbers というリストがあります。Sum and Average という関数を作成します。Sum and Average 関数は引数にリストを受け取り、そのリストの値の合計と平均を返す関数です。この Sum and Average 関数を使ってナンバーズの合計と平均を出力してください。では解いてみましょう。まずナンバーズに14、32、81、9という要素を持つリストを代入します。次に def を使って Sum and Average 関数を作成します。引数は一つで nums という名前にして関数の中で Sum 関数を使ってナムズの合計を計算してトータルに代入します。そして平均を計算するためにトータルをナムズの要素で割ってアベレージに代入します。関数の戻り値が複数ある場合はリターンの後ろにカンマで区切って複数の値を返します。なのでリターントータルカンマアベレージと書いてトータルとアベレージを返します。これが Sum and Average 関数の定義です。そして引数にナンバーズを渡して Sum and Average 関数を呼び出します。戻り値をトータルとアベレージに代入してトータルとアベレージを出力します。これを実行するとナンバーズの合計と平均が出力されましたね。これで問題68は終わりです。続いて69問目。14、32、81、9という要素が入っている Numbers というリストがあります。そして is even という関数を作ります。
is even 関数は引数に数値を一つ受け取り、その数値が偶数か奇数かを判断して、偶数なら true、奇数なら false を返す関数です。is even 関数を使ってナンバーズの要素が偶数か奇数かを一つずつ判定し、〇〇は偶数、〇〇は奇数と判定結果を出力してください。では解いてみましょう。まずナンバーズに14、32、80、1、9という要素を持つリストを代入します。そして def を使って is even 関数を作成します。引数は1つで n という名前にして n を2で割った余りが0かどうか、つまり偶数かどうかを判定してそれをそのまま戻り値に指定します。次に法文を使ってナンバーズの要素を1つずつ取り出し、if 文を使ってナンバーズの各要素が偶数かどうかを判定します。if の条件式に直接 is even 丸括弧 num と書くことで is even 関数の戻り値 true か false が if の後ろの条件式の結果として使われます。そのためこの if 文で偶数か奇数かを判定できます。偶数の場合は F 文字列を使って num は偶数と出力し、奇数の場合は F 文字列を使って num は奇数と出力します。これを実行すると、確かにナンバーズの要素がそれぞれ奇数か偶数かどうかが出力されましたね。これで問題69は終わりです。続いて70問目、ドリンクプライスという関数を作成してください。ドリンクプライス関数は飲み物のサイズを引数ドリンクサイズで受け取ります。サイズは S、M、L のいずれかです。S サイズは100円、M サイズは200円、L サイズは300円です。また、ドリンクプライス関数は、ホイップクリームのトッピングの有無を引数、ハズホイップで受け取ります。ホイップクリームトッピングありの場合は true、なしの場合は false です。基本はなしです。ありの場合はプラス100円になります。関数の戻り値は飲み物の価格です。この関数を使い、M サイズのドリンクにホイップクリームトッピングした場合の価格と L サイズのドリンクの価格を出力してください。では、解いてみましょう。関数の引数にはデフォルト値を設定することができます。書き方は関数定義の引数の後ろにイコールをつけてデフォルトの値を設定します。まず、ドリンクプライス関数を作成します。引数は2つで、ドリンクサイズとハズホイップです。ハズホイップのデフォルト値はフォルスにして、基本はホイップなしにします。関数の中でプライスという変数を作成して0で初期化します。そして if 文を使い、ドリンクのサイズによってプライスに値を出していきます。ドリンクサイズが S の場合はプライスに100を足して、ドリンクサイズが M の場合はプライスに200を足して、ドリンクサイズが L の場合はプライスに300を足します。次にホイップクリームのトッピングがある場合はプライスに100を足したいので、if を使ってハズホイップが true の場合はプライスに100を足します。最後にプライスを返します。これがドリンクプライスの定義です。そしてドリンクプライス関数を使って M サイズのドリンクにホイップクリームトッピングをした場合の価格と L サイズのドリンクの価格を取得し、それぞれドリンクプライス M ホイップとドリンクプライス L に代入します。最後にドリンクプライス M ホイップとドリンクプライス L を出力します。これを実行すると、確かに M サイズのドリンクプラスホイップの価格と L サイズのドリンクの価格が表示されましたね。これで問題70は終わりです。続いて71問目。以下のような JP マンスという辞書の定数があります。キーが月の数字、バリューが和風月名です。この辞書を使ってプリント JP マンス関数を作成してください。プリント JP マンス関数は月の数字を引数に受け取り、〇〇月は和風月名で〇〇ですと出力する関数です。JP マンスは
プリント JP マンス関数の外で定義し、関数の中から直接アクセスするようにしてください。そして、このプリント JP マンス関数を使って3月と12月の和風決名を出力してください。では、解いてみましょう。まず JP マンスという辞書を定義します。辞書のキーが月の数字、バリューが和風月名です。次に def を使ってプリント JP マンス関数を作成します。引数は一つでマンスという名前にして、プリント関数と F 文字列を使ってマンス月は和風月名で JP マンスマンスです。という形式で出力します。JP マンスは定数として定義しているため、関数の中から直接アクセスしても問題はありません。そして、プリント JP マンス関数を使って3月と12月の和風月名を出力します。これを実行すると、確かに3月と12月の和風月名が出力されましたね。これで問題71は終わりです。続いて72問目。アップル、バナナ、チェリー、レモンという要素が入っているリスト words があります。modify words という関数を作成してください。modify words 関数は文字列を一つ引数に受け取り、受け取った文字列の先頭の文字が大文字だったら、その文字列をすべて大文字に変換して返す関数です。先頭の文字列が大文字ではない場合は、そのままの文字列を返します。modify words 関数を使って words の各要素が変換された新しいリストを作成して出力してください。では解いてみましょう。文字列が大文字かどうかは文字列の isUpper メソッドを使って判定できます。isUpper メソッドは文字列がすべて大文字の場合に true を返します。まず、words に Apple、バナナ、チェリー、レモンという要素を持つリストを代入します。Apple とチェリーは先頭の文字が大文字です。次に def を使って modify words 関数を作成します。引数は一つで word という名前にして、word の先頭の一文字を取得して first キャラという変数に代入します。if 文を使って first キャラが大文字かどうかを判定します。大文字かどうかの判定は文字列の isUpper メソッドを使って判定できます。isUpper メソッドは文字列がすべて大文字の場合に true を返します。大文字の場合はワードをすべて大文字に変換して返します。大文字でない場合はそのままの文字列を返します。これで modify words 関数の定義は終了です。次に空のリスト modified words を作成します。for 文を使って words の各要素を一つずつ取り出し、modify words 関数を使って各要素を修正します。修正した要素を modified words に追加します。最後に modified words を出力します。これを実行すると、確かに words の各要素の先頭の文字が大文字だった場合は、すべて大文字に変換されたリストが出力されましたね。これで問題72は終わりです。続いて73問目。スチューデントというクラス定義を書いてください。スチューデントクラスはインスタンス変数としてネーム、グレード、セクション、スコアーズを持ちます。ネームは名前の文字列、グレードは学年の数値、セクションはクラスの文字列、スコアーズはテストの点数を辞書で持ちます。これらのインスタンス変数をイニシャライザーで初期化します。ネームはからの文字列、グレードは1、セクションは A、スコアーズはからの辞書で初期化します。定義だけ書いて終了です。では解いてみましょう。まずクラスを使ってスチューデントクラスを定義します。クラスの中にアンダースコア2つ、イニット、アンダースコア2つという名前のメソッドを定義します。このメソッドはオブジェクトが生成された時に自動で呼び出される特殊なメソッドでイニシャライザーとも呼びます。メソッドの第一引数はセルフになります。インスタンス変数としてネーム、グレード、セクション、スコア図を持つので、セルフネーム、セルフグレード、セルフセクション、セルフスコア図としてインスタンス変数を定義して、それぞれ空の文字列 1A 空の辞書で初期化します。これがスチューデントクラスの定義です。これで問題73は終わりです。
続いて74問目。以下のようなスチューデントクラスがあります。これは一つ前の問題で作成したクラスです。ネーム、グレード、セクションをイニシャライザーの引数で初期化するように変更してください。そしてそのスチューデントクラスを使ってネームに鈴木、グレードに2、セクションに B という値を持つスチューデントオブジェクトを作成してスチューデントという変数に代入してスチューデントのインスタンス変数ネームを出力してください。では解いてみましょう。まずクラスを使ってスチューデントクラスを定義します。イニシャライザーの引数にネーム、グレード、セクションを追加します。そしてその引数をインスタンス変数、ネーム、グレード、セクションにそれぞれ代入します。スコアーズは空の辞書で初期化されたままです。次にスチューデントクラスを使ってスチューデントオブジェクトを作成します。オブジェクトの作成はクラス名の後ろに丸括弧をつけて引数を渡します。オブジェクトを作成するときの引数はイニシャライザーの引数に渡す値なので、鈴木に B という値を渡してスチューデントオブジェクトを作成し、スチューデントという変数に代入します。最後にオブジェクトスチューデントのインスタンス変数、ネームを出力します。インスタンス変数にアクセスするには、オブジェクトの後ろにドットをつけて、インスタンス変数名を書けば良いです。これを実行すると、確かにスチューデントオブジェクトのインスタンス変数ネームである鈴木が出力されましたね。これで問題74は終わりです。続いて75問目。以下のようなスチューデントクラスがあります。これは一つ前の問題で作成したクラスです。このクラスのスコアーズはテストの点数を辞書で持っています。この辞書はキーに科目名、バリューに点数を持っています。このスチューデントクラスにテストの点数を追加するメソッド addScore を追加してください。addScore メソッドは科目名とその科目の点数を引数で受け取り、スコアーズに追加します。そしてこのような鈴木さんのスチューデントオブジェクト、スチューデントを作成して、この鈴木さんのスチューデントオブジェクトのインスタンス変数、スコアーズに数学の点数が80、英語の点数が70、国語の点数が90を追加し、最後にスチューデントのインスタンス変数、スコアーズを出力してください。では解いてみましょう。まず、スチューデントクラスにaddScoreメソッドを追加します。addScoreメソッドは、セルフとサブジェクトとスコアを引数で受け取り、セルフスコアーズの辞書にキーをサブジェクト、バリューをスコアとして追加します。次にスチューデントクラスを使って鈴木さんのスチューデントオブジェクトを作成します。スチューデントオブジェクトを作成した後、数学が80点というデータを追加するために、スチューデントのaddScoreを呼び出し、引数には数学と80を渡します。同じように、英語が70点、国語が90点というデータを追加するために、addScoreメソッドに英語70、国語90を渡します。最後に、スチューデントオブジェクトのインスタンス変数、スコアーズを出力します。これを実行すると、確かにスチューデントオブジェクトのインスタンス変数、スコアーズに数学、英語、国語の点数が追加されて出力されましたね。これで問題75は終わりです。続いて76問目。以下のようなスチューデントクラスがあります。このスチューデントクラスにテストの点数の合計を返すメソッド、トータルスコアを追加してください。そして、このようにスチューデントクラスを使って鈴木さんのスチューデントオブジェクトを作成して、この鈴木さんのスチューデントオブジェクトに数学の点数80、英語の点数70、国語の点数90を追加した後、トータルスコアメソッドを使ってスチューデントのテストの点数の合計を出力してください。では解いてみましょう。まず、スチューデントクラスにトータルスコアメソッドを追加します。トータルスコアメソッドの引数はセルフだけです。トータルスコアメソッドの中でセルフスコアーズの値の合計を計算して戻り値として返したいんですが、辞書のバリューの値の合計を計算するには、バリューズメソッドを使ってバリューの値だけを取り出して、サム関数で合計を計算します。そしてそれをリターンの後ろに書いて点数の合計を返すようにします。
次にスチューデントクラスを使ってスチューデントオブジェクトを作成して点数を追加します。最後にトータルスコアメソッドを呼び出してスチューデントのテストの点数の合計を出力します。これを実行すると確かにスコアーズに設定されている数学、英語、国語の点数の合計が出力されましたね。これで問題76は終わりです。続いて77問目。このようなスチューデントクラスがあります。そしてこのような鈴木さんのデータを持つスチューデントオブジェクトがあります。この後、鈴木さんは学年が上がり3年生になりました。クラスは B クラスから C クラスに変わりました。この鈴木さんのスチューデントオブジェクトのインスタンス変数を学年を3に、クラスを C に変更してスチューデントの学年とクラスを出力してください。では解いてみましょう。まずスチューデントクラスを定義します。次にスチューデントクラスを使って鈴木さんのデータを持つスチューデントオブジェクトを作成します。そしてスチューデントオブジェクトのインスタンス変数、グレードとセクションをそれぞれ3と C に変更します。インスタンス変数の値を変更するには、オブジェクト名の後ろにドットをつけて、インスタンス変数名を書いて、新しい値を代入すれば良いです。なので、スチューデント .grade イコール3、スチューデント .section イコール C と書けば良いです。最後に、スチューデントのインスタンス変数、グレードとセクションを出力します。これを実行すると、確かにスチューデントオブジェクトの学年が3に、クラスが C に変更されたのがわかりますね。これで問題77は終わりです。続いて78問目。以下のようなスチューデントクラスがあります。ここまででの問題のスチューデントクラスとは少し違い、イニシャライザーの引数にスコアーズを追加し、インスタンス変数スコアーズに引数で受け取ったスコアーズを代入しています。そしてこのような鈴木さん、田中さん、斉藤さんのデータを持つスチューデントオブジェクトがあります。この時、〇〇さんの合計の点数は〇〇点です。という形で3人の合計点数をそれぞれ出力してください。では解いてみましょう。まずスチューデントクラスを定義します。ここまでで書いたスチューデントクラスとは違って、イニシャライザーの引数にスコアーズを追加して、イニシャライザーでインスタンス変数スコアーズに引数で受け取ったスコアーズを代入している点に気をつけてください。次にスチューデントクラスを使って鈴木さん、田中さん、斉藤さんのデータを持つスチューデントオブジェクトを作成します。そして3人のスチューデントオブジェクトを要素として持つリストを4分で回して各オブジェクトをスチューデントという変数に割り当てます。で、4分の中でスチューデントのインスタンス変数ネームとトータルスコアメソッドを使い〇〇さんの合計点数は〇〇点ですという形で出力します。これを実行すると、確かに〇〇さんの合計点数は〇〇点です。という形で3人の合計の点数がそれぞれ出力されましたね。これで問題78は終わりです。続いて79問目。トランプゲームを想定してカードクラスとデッキクラスの定義を作成してください。カードクラスはスートと数値をインスタンス変数として持ちます。スートはハート、ダイヤ、スペード、クラブのいずれかです。数字は1から13のいずれかです。デッキクラスはカーズという名前のカードのリストをインスタンス変数として持ちます。このリストの要素はカードクラスのオブジェクトで、すべてのスート、そしてそれに対応するすべての数字のカードがあります。デッキクラスにはカードをシャッフルするシャッフルメソッドとカードを引くドローカードメソッドを持たせてください。カードを引くドローメソッドはインスタンス変数カーズの先頭からカードを1枚引いてそのカードを返します。この問題はクラスの定義だけで終了です。では解いてみましょう。リストをシャッフルするには Python の標準モジュールであるランダムモジュールのシャッフル関数を使います。使い方としてはランダムをインポートしてランダム .shuffle リストです。まずカードクラスを定義します。カードクラスはスートと数値をインスタンス変数に持たせたいので、
イニシャライザーの引数としてスートとナンバーを受け取り、インスタンス変数スートとインスタンス変数ナンバーにそれぞれ代入します。カードクラスの定義は以上です。次にデッキクラスを定義します。デッキクラスはカードのリストをインスタンス変数として持ちたいので、イニシャライザーの中でインスタンス変数カーズを空のリストで初期化した後、フォー文を使って数と数値の組み合わせを作成して、カードオブジェクトを作成し、インスタンス変数カーズにそのカードオブジェクトを追加していきます。カードはカードクラスのオブジェクトとして表現し、オブジェクト生成時の引数に数とと文字列を渡します。次にシャッフルメソッドを定義します。シャッフルメソッドはランダムモジュールのシャッフル関数を使いたいので、ランダムモジュールをインポートします。そしてシャッフルメソッドの中でランダムドットシャッフル丸括弧と書いて、引数にインスタンス変数カーズを指定して、インスタンス変数カーズをシャッフルします。最後にドローカードメソッドを定義します。ドローカーズメソッドは、インスタンス変数カーズの先頭からカードを1枚引いて、そのカードを返したいので、インスタンス変数カーズのポップメソッドを使って先頭のカードを取り出します。これでカードクラスとデッキクラスの定義が完了しました。これで問題79は終わりです。続いて80問目、以下のようなカードクラスとデッキクラスがあります。これは一つ前の問題で作成したクラスです。このカードクラスとデッキクラスを使って、デッキオブジェクトを作成して、カードをシャッフルして、シャッフル後のデッキのカードの数とと数字をすべて出力してください。では、解いてみましょう。一つ前の問題で作ったカードクラスとデッキクラスはそのまま使います。まず、デッキクラスを使ってデッキオブジェクトを作成します。そしてデッキオブジェクトのシャッフルメソッドを呼び出してデッキのカードをシャッフルします。そしてフォー文でデッキのカーズからカードオブジェクトを一つずつ取り出してカードという変数に割り当ててプリント関数と F 文字列を使ってカードの数とカードのナンバーを出力します。これを実行してみると確かにデッキのカードがシャッフルされて、デッキの数と数字が出力されましたね。これで問題80は終わりです。続いて81問目。このようなカードクラスとデッキクラスがあります。これは2つ前の問題で作成したクラスです。このカードクラスとデッキクラスを使ってデッキオブジェクトを作成してカードをシャッフルした後、デッキからカードを5枚引いてそれぞれのカードの数と数字を出力してください。では解いてみましょう。この問題も2つ前の問題で作ったカードクラスとデッキクラスをそのまま使います。まず、デッキクラスを使ってデッキオブジェクトを作成します。そして、デッキオブジェクトのシャッフルメソッドを呼び出して、デッキのカードをシャッフルします。次に、フォー文とレンジを使って処理を5回繰り返します。今回、回数の数値自体は使わないので、フォーの後ろの変数はアンダースコアとしておきます。これは、レンジから生成される数値は使わないという意味を表します。そして、フォーの中で、デッキオブジェクトのドローカードメソッドを呼び出して、カードを1枚引いてカードという変数に代入します。最後にカードのインスタンス変数、数とナンバーを出力します。これを実行すると、確かにシャッフルされたデッキからカードが5枚引かれて、それぞれのカードの数と文字が出力されましたね。これで問題81は終わりです。続いて82問目。今編集して動かしている Python ファイルと同じフォルダーに以下のような Python ファイルがあるとします。ファイルの名前は module.py です。このファイルをインポートしてアド関数を使って1と2を足した結果を出力してください。では解いてみましょう。まず今編集して動かそうとしている Python ファイルと同じフォルダーにmodule.py というファイルを作成して URL という定数と add という関数と card というクラスを定義しておきます。そして動かそうと思っている main.py ではインポート文を使って module.py に書いた add 関数をインポートします。
このファイルと同じフォルダーの中に module.py がある場合は、from ファイル名、インポート関数名と書くことで、そのファイルの関数をインポートすることができます。そして add 関数を使って1と2を足した結果をリザルトに代入します。最後にリザルトを出力します。これを実行すると、確かに module.py の add 関数を呼び出せて1と2を足した結果が出力されましたね。これで問題82は終わりです。続いて83問目。今編集して動かしている Python ファイルと同じフォルダーに以下のような Python ファイルがあるとします。ファイル名は module.py です。このファイルをインポートしてカードクラスを使ってスートがハートで数字が1のカードを作成してそのカードのスートと数値を出力してください。また URL を出力してください。では解いてみましょう。まずインポート文を使ってmodule.py に書いたカードクラスと URL をインポートします。main.py と同じフォルダーの中に module.py がある場合はfrom ファイル名、インポートクラス名、変数名と書くことで、module.py に書いたクラスや変数を複数インポートすることができます。そしてカードクラスを使って、スートがハートで、数字が1のカードのオブジェクトを作成して、インスタンス変数、スートとナンバーを出力します。また URL を出力します。これを実行すると、確かに module.py のカードクラスを使って、スートがハートで数字が1のカードが作成され、そのカードのスートと数字が出力できましたね。また URL も出力されました。これで問題83は終わりです。続いて84問目。今編集して動かしている Python ファイルと同じフォルダーに以下のような Python ファイルがあるとします。ファイル名は module.py です。このファイルをインポートして、add 関数を使って1と2を足した結果と URL を出力してください。ただし、インポートをするときに from を使わずに書いてください。では、解いてみましょう。まず、インポート文を使って module.py をインポートします。このファイルと同じフォルダーの中に module.py がある場合は、インポートファイル名と書くことで、そのファイル、つまりモジュールをインポートすることができます。なので、インポートモジュールと書いて、module.py をインポートします。そして、module.add 丸括弧1、2と書いて、add 関数を呼び出します。add 関数の戻り値をリザルトという変数に代入して、その結果を出力します。また、module.url と書いて URL を出力します。これを実行すると、確かに module.py の add 関数を呼び出して1と2を足した結果と URL が出力されましたね。これで問題84は終わりです。続いて85問目。今、編集して動かしている Python ファイルと同じフォルダーに mypackages というフォルダーがあり、その中にこのような Python ファイルがあるとします。ファイル名は module.py です。このファイルをインポートして add 関数を使って1と2を足した結果と URL を出力してください。では解いてみましょう。まず、これから動かす Python ファイルと同じフォルダーの中に mypackages というフォルダーを作って、その中に module.py というファイルを作り、中身をこのように書いておきます。そして、インポート文を使って mypackages フォルダーの中の module.py に書いた add 関数と URL をインポートします。このフォルダーと同じフォルダーの中に mypackages フォルダーがある場合は、from フォルダー名、ファイル名、インポート関数名、変数名と書くことで、そのフォルダーの中にあるファイルに書かれた関数や変数をインポートすることができます。そして、add 関数を使って1と2を足した結果をリザルトに代入して、リザルトを出力します。そして URL を出力します。これを実行すると、確かに mypackages フォルダーの module.py の add 関数が呼び出せて、1と2を足した結果と URL が出力されましたね。これで問題85は終わりです。続いて86問目。テキストという変数に、こんにちはという文字列が代入されています。これを doc.text というファイルに書き込んでください。では、解いてみましょう。ファイルにデータを書き込むには、まずオープン関数でファイルを開きます。
オープン関数の第一引数にはファイルのパスを指定し、第二引数に書き込みモードを指定します。モードは W を指定すると、ファイルが存在しない場合は、ファイルが新規作成されて、ファイルが存在している場合は、上書き用としてファイルが開かれます。オープンの後ろに asF と書いて、開いたファイルのファイルオブジェクトを F に代入します。またこの時、with を使うと、with ブロックを抜けた時に自動的にファイルが閉じられるので、ファイルを閉じ忘れる心配がありません。with の中では、ファイルオブジェクトの write メソッドを呼び出して、ファイルにデータを書き込みます。引数には書き込む内容を文字列で指定します。まずテキストにこんにちはという文字列を代入します。次にオープン関数を使って doc.text というファイルを書き込みモードで開きます。この時 with を使って with ブロックを抜けた時に自動的にファイルを閉じるようにしておきます。オープンの後ろに asF を書いてファイルオブジェクトを F に代入します。そして with の中でファイルオブジェクト F の write メソッドを呼び出して、引数にテキストを指定してテキストのデータをファイルに書き込みます。これを実行すると、この Python ファイルが置いてあるフォルダーの中に doc.text というファイルが作成され、このファイルを開いてみると、確かに、こんにちはという文字列が書き込まれていることがわかります。もしも Windows PC で doc.text の中が文字化けしていたら VS コード上でコントロールとカンマを同時に押して設定画面を表示させて検索バーにオートゲスエンコーディングと入力してこのオートゲスエンコーディングというチェックを入れておくと良いでしょう。これで問題86は終わりです。続いて87問目。今動かしている Python ファイルが置いてあるフォルダの中に doc.text というファイルを作り、この中にこんにちはと書き込んでおいてください。一つ前の問題を解いた方は、一つ前の問題で作成したファイルを使いましょう。そしてこのこんにちはの一つ下の行にさようならと書き込んでください。では解いてみましょう。ファイルに追加で書き込む場合は、オープン関数の第二引数に追記モードである A を指定します。A を指定すると、ファイルが存在しない場合は、ファイルが新規作成され、ファイルが存在する場合は、ファイルの末尾に追記する形でファイルが開かれます。まず、これから動かそうと思っている Python ファイルと同じフォルダの中に doc.text があって、このファイルには、こんにちはと書かれています。で、オープン関数を使って、doc.text というファイルを追記モードで開きます。また、オープンの後ろに asF と書いて、ファイルオブジェクトを F に代入します。そして、with の中でファイルオブジェクト F の write メソッドを呼び出して、引数に/n さようならという文字列を指定して、ファイルに追記します。元々のファイルは開業がされていなかったので、追記のタイミングで開業を挟むようにします。これを実行して、doc.text を開いてみると、確かに、こんにちはと書かれた一つ下の行に、さようならと追記されていることがわかります。これで問題87は終わりです。続いて88問目。今動かしている Python ファイルが置いてあるフォルダの中に doc.text というファイルを作り、1行目にこんにちは、2行目にさようならと書き込んでおいてください。一つ前の問題を解いた方は一つ前の問題で作成したファイルを使いましょう。で、この doc.text の中身をすべて読み込んでプリント関数で出力してください。では解いてみましょう。ファイルを読み込むには、オープン関数の第二引数に読み込みモードである R を指定してファイルを開きます。R を指定すると、ファイルが存在する場合は、読み込みモードでファイルを開くことができて、ファイルが存在しない場合はエラーになります。with の中では、ファイルオブジェクトのリードメソッドを呼び出して、ファイルの中身を読み込みます。まず、これから動かす Python ファイルと同じフォルダーの中に doc.text というファイルを用意して、こんにちは、さようなら
と入力しておきます。そしてオープン関数を使って doc.text というファイルを読み込みモードで開きます。また、オープンの後ろに asF を書いて、ファイルオブジェクトを F に代入します。そして、with の中で、ファイルオブジェクトの F のリードメソッドを呼び出して、ファイルの中身を読み込み、テキストという変数に代入します。with を抜けた後でテキストを出力します。これを実行すると、確かに doc.text の中身がすべて読み込まれて、そのまま出力されましたね。これで問題88は終わりです。続いて89問目。動かしている Python ファイルが置いてあるフォルダーの中に doc.text というファイルを作り、1行目にこんにちは、2行目にさよならと書き込んでおいてください。2つ前の問題を解いた方は、2つ前の問題で作成したファイルを使いましょう。そしてこの doc.text を読み込み、1行1行がリストの要素となるリストを作成し、そのリストを出力してください。では解いてみましょう。ファイルオブジェクトの readLines メソッドを呼び出すと、ファイルの中身の1行ずつが要素となるリストが返されます。まず、これから動かす Python ファイルと同じフォルダーの中に doc.text というファイルがあって、こんにちは、さようならと入力されています。そしてオープン関数を使って doc.text というファイルを読み込みモードで開きます。そして with の中でファイルオブジェクトのreadLines メソッドを呼び出して、ファイルの中身の1行ずつが要素となるリストが返されるので、lines という変数に代入します。そして lines を出力します。これを実行すると、確かに doc.text の中身の1行1行がリストの要素となって、そのリストが出力されましたね。よく見ると、開業コードも含まれています。開業コードが不要な場合は、リストのすべての要素に対してストリップを使って開業コードを取り除きましょう。これで問題89は終わりです。続いて90問目。X に何か適当な数値を代入し、X を0で割った結果を出力するコードを書き、それを実行してエラーを確認してください。では解いてみましょう。まず X に何か適当な数値を入力します。そして X を0で割ってその結果をリザルトに代入します。最後にリザルトを出力します。これを実行すると、0ディビジョンエラーという種類のエラーが発生しましたね。これを例外と呼びます。これで問題90は終わりです。続いて91問目。X に何か適当な数値を代入し、X を0で割った結果を出力するコードを書き、例外が発生したら0で割ることはできませんと出力してください。では解いてみましょう。例外が発生する可能性のあるコードをトライのブロックで囲み、例外が発生した場合に実行する処理を except のブロックに書きます。except の後ろには例外の種類を指定します。その例外が発生した場合にだけ except の中に書いた処理が実行されます。まず X に何か適当な数値を代入します。そしてトライのブロックの中で X を0で割ってその結果をリザルトに代入します。そしてリザルトを出力します。しかし0で割り算をすると0ディビジョンエラーが発生するので、0ディビジョンエラーという例外が発生した時に、except のブロックの中に書いた処理が実行されるように、except の後ろには0ディビジョンエラーと書いておきます。そして except の中には0で割ることはできませんと出力する処理を書いておきます。これを実行すると、確かに0で割ることはできませんと出力されましたね。これで問題91は終わりです。続いて92問目。X と Y に適当な数値を入力します。また、1、4、0、12、6という要素を持つリスト、ナンバーズがあります。ナンバーズからインデックスが X の要素を取り出して Y をその要素で割った結果を出力してください。ただし、ナンバーズから要素を取り出すときにリストの範囲を超えるインデックスを指定してしまった場合には、リストの範囲を超えるインデックスです
と出力してください。また、0で割られてしまった場合は、0で割ることはできませんと出力してください。では、解いてみましょう。リストの要素を取り出すときに、リストの範囲を超えるインデックスを指定すると、インデックスエラーという例外が発生します。複数の例外が発生する可能性があり、例外の種類ごとに異なる処理を行いたい場合は、複数のエクセプトのブロックを書いて、それぞれの例外に対する処理を書きます。まず、x と y に適当な数値を代入します。今回は x に6、y に10を代入しました。また、numbers というリストを作成して、1、4、0、12、6という要素を持たせます。try のブロックの中で numbers のインデックスが x の要素を取り出して y をその値で割った結果をリザルトに代入します。そしてリザルトを出力します。ただしリストの範囲を超えるインデックスを指定するとインデックスエラーが発生するのでインデックスエラーが発生した場合にはエクセプトのブロックの中に書いた処理が実行されるようにエクセプトを書いてエクセプトの後ろにはインデックスエラーと書いておきます。このエクセプトの中にはリストの範囲を超えるインデックスです。と出力する処理を書いておきます。また0で割ると0ディビジョンエラーが発生するので0ディビジョンエラーが発生した場合にはエクセプトのブロックの中に書いておいた処理が実行されるようにエクセプトを書いてエクセプトの後ろには0ディビジョンエラーと書いておきます。このエクセプトの中では0で割ることはできませんと出力する処理を書いておきます。これを実行するとX に6を代入しているので、numbers の範囲を超えるインデックスを指定してしまっているので、リストの範囲を超えるインデックスですと出力されましたね。X を2に変更して、もう一度これを実行すると、numbers のインデックス2の要素は0なので、0で割ることになり、0で割ることはできませんと出力されました。これで問題92は終わりです。続いて93問目。このようなコードがあります。このコードは X の値がリスト Numbers の範囲を超えてインデックスを指定したり、Numbers のインデックス X が0であった場合、それぞれリストの範囲を超えるインデックスです。0で割ることはできませんと出力されます。これをリスト Numbers の範囲を超えてインデックスが指定された場合も、0での割り算が行われた場合も、一律エラーが発生しましたと出力するように修正してください。では解いてみましょう。エクセプトの後ろには複数の例外の種類をカンマ区切りで指定することができます。指定した複数の例外のいずれかの例外が発生した場合に、エクセプトの中に書かれた処理が実行されます。このようなコードがあったとします。インデックスエラーとゼロディビジョンエラーの例外処理は別々のものが書かれているので、エクセプトの後ろには丸括弧インデックスエラーカンマゼロディビジョンエラーといった形でカンマ区切りで複数のエラーを指定しておきます。そしてこのエクセプトの中にはエラーが発生しましたと出力するコードを書いておきます。これを実行するとX に6を代入しているので、Numbers の範囲を超えるインデックスを指定しているので、エラーが発生しましたと出力されましたね。X に2を代入して、これをもう一度実行すると、Numbers のインデックス2の要素は0なので、0で割り算をすることになり、エラーが発生しましたと出力されました。これで問題93は終わりです。続いて94問目。Python の標準モジュールであるマスの定数 π を使い、半径が3の円の面積を出力してください。では解いてみましょう。Python の標準モジュールマスは数学に関する機能を提供します。自分で処理を書かなくても、インポートマスと書くと Python があらかじめ用意しているマスモジュールをインポートすることができて、mass.py と書くことで円周率を表す π を使うことができます。まずインポート文を使って標準モジュールである mass モジュールをインポートします。円周率 π は mass モジュールの定数 π を使って取得することができます。なので半径が3の円の面積を求めるために R に3を代入して
R の事乗にマスの π をかけた結果をサークルエリアという変数に代入し、サークルエリアを出力します。これを実行すると、半径が3の円の面積の計算が行われて結果が出力されましたね。これで問題94は終わりです。続いて95問目。Python の標準モジュールである OS の getEnv 関数を使って Windows の場合は home_bus、Mac の場合は home という環境変数に設定されている値を出力してください。では解いてみましょう。OS の getEnv 関数は引数に環境変数の名前を渡して呼び出すと、その環境変数の値を取得することができます。まず、インポート文を使って標準モジュールである OS モジュールをインポートします。OS モジュールの getEnv 関数を使って、Windows の場合は home_bus、Mac の場合は home という環境変数の値を取得したいので、引数に home_bus もしくは home を渡して home という変数に代入します。最後に home を出力します。これを実行すると、ホームに設定されている環境変数が出力されました。これで問題95は終わりです。続いて96問目。Python の標準モジュールである DateTime の Date クラスの Today メソッドを使って今日の日付を出力してください。では解いてみましょう。DateTime の Date というクラスには Today というメソッドがあり、オブジェクトを作成しなくても呼び出すことができます。Today メソッドは今日の日付のデートオブジェクトが取得できます。まずデートタイムモジュールのデートクラスをインポートします。デートクラスの Today メソッドを使って今日の日付を取得して Today という変数に代入します。最後に Today を出力します。これを実行すると、確かに今日の日付が出力されましたね。これで問題96は終わりです。続いて97問目。Python の標準モジュールである time のスリープ関数を使って1から3秒までの数字を1秒間隔で出力してください。では解いてみましょう。time モジュールのスリープ関数は引数に秒数を指定して呼び出すと、その秒数だけ処理を中断します。まず time モジュールをインポートします。for 文を使って1から3までの数値を順番に i に代入して i を出力して time.sleep(1) で1秒間処理を中断します。これを実行すると、確かに1から3までの数字が1秒間隔で出力されましたね。これで問題97は終わりです。続いて98問目。Python の標準モジュールである PassLib の Pass クラスの CWD メソッドを使って作業をしている Python ファイルが置いてあるフォルダーのパスを出力してください。では解いてみましょう。PassLib モジュールの Pass クラスの CWD メソッドを使うと、現在の作業ディレクトリのパスのパスオブジェクトが取得できます。まず PassLib モジュールの Pass クラスをインポートします。そしてパスクラスの CWD メソッドを呼び出して、現在の作業ディレクトリのパスオブジェクトを取得して、カレントディレクトリという変数に代入します。最後にカレントディレクトリを出力します。これを実行すると、確かにこの Python ファイルが置いてあるフォルダーのパスが出力されました。このように Python には便利な標準モジュールが用意されています。この動画では Mass、OS、DateTime、Time、PassLib といった標準モジュールの最も簡単な使用例を問題にしてみました。これらのモジュールにはもっと便利な機能がたくさんあるし、他にも便利な標準モジュールがあるので、必要に応じて使い方を調べて便利な機能を使いこなせるようになりましょう。これで問題98は終わりです。続いて99問目。外部ライブラリーである Art はテキストを ASCII アートに変換することができるライブラリーです。Art のテキスト to Art 関数を引数に変換したいテキストを渡して呼び出すと、そのテキストを ASCII アートに変換することができます。公式サイトにはこのような記載がされています。
このライブラリを使って Python VTuber という文字列を ASCII アートに変換して出力してください。では解いてみましょう。まずコマンドラインツール上で pip install art でアートライブラリをインストールします。そしてアートモジュールの text to art 関数をインポートします。で、text to art 関数に Python VTuber という文字列を渡して呼び出して、戻り値をリザルトに代入します。最後にリザルトを出力します。これを実行すると、確かに Python VTuber という文字列が ASCII アートに変換されて出力されましたね。これで問題99は終わりです。続いて100問目。外部ライブラリーである QR コードは QR コードを生成することができるライブラリーです。QR コードの make 関数を引数に URL を渡して呼び出すと、その URL を QR コードに変換することができます。make の戻り値は QR コードの画像オブジェクトです。QR コードの画像を保存するには画像オブジェクトのセーブメソッドを使います。引数には保存するファイル名を指定します。公式サイトにはこのように書かれています。では、このライブラリを使って今見ているこの動画の URL を QR コードに変換して画像ファイルとして保存してください。では、解いてみましょう。まず、公式サイトに書かれているように pip install ダブルコート QR コード角括弧 pil 角括弧閉じダブルコートというコマンドをコマンドラインツール上で実行します。そして QR コードモジュールをインポートします。そして URL という変数に QR コードに変換したい URL を代入します。この動画の撮影中にこの動画の URL はわからないので、ここではサプーのチャンネルの URL にしておきます。で、QR コードの make 関数に URL を渡して戻り値をイメージに代入します。最後にイメージのセーブメソッドを引数に sap.png というファイル名を指定して呼び出して QR コードの画像を保存します。これを実行すると sap.png というファイルが作成されて、この中身を見てみると、確かに QR コードの画像が保存されているのがわかります。ぜひスマホなどで出力した QR コードを読み取って確認してみてください。これで100問目は終わりです。この動画ではよく使うというわけじゃないんですが、使い方が非常にシンプルで、結果が目に見てわかりやすい外部ライブラリーである Art と QR コードを使ってみました。他にも Python には様々な外部ライブラリーがあるので、必要に応じて調べて使ってみてください。以上で問題は終了です。この動画では即習動画で説明した構文にプラスアルファして、ファイルの読み書き、例外処理の基本的な操作についても学びました。初心者の人にとっては100個の問題を解くのは結構骨が折れたことと思いますが、実際にコードを書いてプログラムを動かすことで Python の基本的な文法、書き方が動画を見る前よりも定着したのではないかと思います。また最後の方では即習動画では詳しくは説明していない標準モジュールや外部ライブラリーを使った問題を出しました。ヒントのチャプターもしくは問題文の中にある公式サイトのコードを見れば解けるようにしましたが、あれ？こんなライブラリ知らないよって思った方もいるかもしれません。ただ知らないライブラリモジュールを扱うのはコードを書く上で頻繁に遭遇することです。ぜひ知らなくてもきちんと調べれば使えるんだっていうことと、知らないことは良くないこと、悪いことではないということを理解してほしいなと思います。また即習動画とこの動画の内容が十分に理解できるようになった後、もっとレベルアップしたいと思ったらサプーが執筆した書籍もおすすめです。もっと読みやすくて綺麗なコードの書き方はないか、バグを出しにくくするにはどうしたらよいか、自分でエラーを解決するにはどうしたらよいか、こういった悩みに答える一冊となっているので、ぜひ Python の基本を学んだ後読んでいただけたらと思います。本の詳細は概要欄に載せてあります。また、サプーのコンテンツのロードマップも公開しているので、目的やレベルに合わせてサプーの動画をご視聴いただけたらと思います。こちらもロードマップの URL は概要欄に貼ってあります。ぜひご活用ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。